ソドです。今回は漫画ボルト58話について解説&考察をしていきたいと思います。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。アマドからもらった怪しい薬、本来白眼の力を抑えるものであり、それはつまり大月化の進行を止めるかもしれないというもので、アマドからもらいました。その薬を息子のボルトに服用してもらおうとするシーンから58話は始まります。どんな副作用があるかわからないし、最悪の場合死んじまうなんてこともあり得る。しかしボルトはためらいもなく一粒食べます。それにはナルトもびっくらこいた。ボルトの覚悟を聞いたナルトは落ち着いたようにボルトに薬を渡します。そして修行は始まり、新生第7版で始めます。黙って座って忍びの修行を始めていきます。そこでカワキはこんなやり方で何年かけてコードを倒すつもりだと怒っています。忍びの修行に慣れないカワキは焦り、美月がどうしたんだいと問います。カワキは途端に攻撃を開始し始め、俺は次元に鍛え上げられた。奴の課す訓練は血の滲む実践形式だ。草野郎だがやり方は実に合理的だ。カワキも影分身を使ったりと、もう影分身は手慣れてきましたね。ボルトは1対1をカワキに申し込みます。勝った方の修行のやり方で続行することに。こうして2人はバチバチに戦闘します。螺旋丸などもボルトは繰り出します。初手は同時打ちをする展開に。カワキは化学リングで画廊線のように弾丸を放ちます。ボルトは瞬時にカーマを使って吸収します。そしてボルトはライトオン、陣雷線をカワキに放ちます。カワキはカーマの癖か術を吸収しようとしてしまい、もろに術を食らってしまいました。無意識に吸収しようとしてしまった。自分が思ってる以上にカーマに依存していたのか。くそ、こんなとこで何を這いつくばってんだ俺は。ボルトが倒れているカワキを見下します。それがカワキにとっての焦りを生みます。ナルトとコノハマルもその様子を見ています。カワキは余計に焦りが生まれてしまっています。情けねえ、こんなざまじゃとても7代目を守れねえじゃねえか。ボルトは一人で背負い込むなって、もっと頼ってくれよ、俺たち仲間をよ。コノハや父ちゃんがカラに目をつけられてよ、責任感感じてんのかもしんねえけど、悪い奴らを放っておくことなんてできねえんだ俺らは。それが忍びだ。二人は修行の件において和解することになり、ボルトの方針で修行を始めることに。カワキの決意は固く、もっと強くなってやる、何をしてでも。ここで58話は終了しています。58話はどことなく1話へつながるような伏線回だったような気がしますよね。カワキの力の喪失感が露骨でしたね。それゆえに7代目を守るためにという焦りもある。1話冒頭ではカワキはカーマを持っています。ますます力に固執した象徴と言えるでしょう。ただ7代目がおそらくコードやらの残党にやられてしまうケースがあり得る。それが今回の58話で感じました。カワキの焦りや無力などの劣等感というものです。ナルトがやられてしまい、カワキはアマドにそそのかされてカーマを打ち込まれるのかどうか。7代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。死んだ方がマシだ。それに続いて今回の情けねえこんな邪魔じゃとても7代目を守れねえじゃねえか。カワキはもう自分の命よりもナルトを守ります。そのためならカーマを自分につけるのもたやすい。1話冒頭は操られていると言われてますが、一式は火影と呼ぶし、7代目と呼ぶのはカワキ。この時のボルトも同様に自身の意識はあり、人格は2人とも操られていない可能性は高い。力においてカワキは忍びの修行をするも、次元との修行に対して合理的と判断している。
7代目のこともあり、とにかく力をつけるためにという思考であるのは間違いないです。7代目がやられたとなれば、忍びという概念よりもとにかく7代目を助ける方へ行くのは確実。それに対してボルトは忍びへの情の深さがあり、サスケの存在も忘れてはいけません。同じくサスケもやられてしまい、ボルトはサスケに託されたものとかがありそう。額当ての盾の傷はサスケの額当てにあり、上眼が常に閉じている状態にもあります。そもそもサスケの額当てをするときは大事な戦いの時で、その時に覚醒したのか、右目は。やはりそうなってくると、このアマドの薬がトリガーになってきてしまうのだろうか。次の59話では単行本15巻のラストを飾る重要なシーンとなります。コードたちが攻めてきて終わるシーンなのか、ボルトが薬の症状が出始めるのか。どっちにしても次の回は急展開路線は高い。仮にコードたちが現れたとしても展開は早いな。まだ全然修行してないしな。てか修行なら青年編に行ってもおかしくない。かといってこれから修行の駒を続けるのもぐだってしまうし、そもそも敵は待てない。もしくは別の改造人間のところへエイダとコードは行くシーンがあり、まだ伸びるかもだけど、これ以上敵が増えてもかなわないし、やはりエイダコードがもう襲来するのは間違いない。そうなってくるとエイダコード戦は近く、あの薬が必ずトリガーになって覚醒するのか。じゃないと勝てる見込みもないし、桃式頼りにまたなるし、カワキは潜在ないし。ただエイダコード戦は必ず先にナルサスが立ちはだかるので、カワボルを考えてしまうとナルサスはやられてしまったりしそうだ。そこからのカワボル覚醒とか。カワキはナルト、ボルトはサスケ、ナルサスは絶対死なないので異空間封印か。サラダはサスケが死んでいないけど、そういう理由で万華鏡車輪眼の海岸なのか。今回の回は1話につながる2人の意志の矛先が場面に出ている回でした。カワキの最後のセリフ、もっと強くなってやる、何をしてでも。それに対してボルトは忍びへの意志で対抗。力か忍び、それが分かるような58話でした。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの考察コメントをぜひお待ちしております。